はい、どうもゆうです。今回はですね、現環境、最強選手、コスパ、含め、高額選手も含め、紹介していきたいなと思っております。特にですね、相手に使われて嫌だった選手、自分が使ったことある選手がメインになるんで、紹介できてない選手もいるとは思うんですけど、その辺はご了承ください。では早速見ていきます。はい、まず、こちらの選手になります。もう能力十分ですね。3万っていうのが破格すぎます。再排出入って30万から3万まで落ちたんですけど、できたカプラ、ロブタツと、容赦なしがつきました。アップグレで。で、的確鋭いパス。この2つつく前から強かってですね、さらにこの、他にも的確鋭いパス、的高ついてるってことで、彼らみのこなしテクニカルもあるんで、ドリブルもある程度軽くてですね、で、ドリブル数値も89あって、パスも87と。で、守備値がそこまでないのと、あとは、予測系とかインターセプト、その辺の予測系というか、守備系のプレスタがないので、その辺がちょっと残念ではあるんですけど、それ以外に関して本当に優秀なので、あと身長があるんで、そんなにほど取り感悪いわけではないっていう感じですね。で、容赦なしもついて、フルで使えるようにもなりましたし、本当優秀選手なんで、3万はちょっと破格すぎるなっていうぐらい強いんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。自分も FCS で使いましたし、FC プロでも結構使われてますね。はい。次ですね。シャビになります。これも強いですね。守備系プレスタがやっぱこれもないのはちょっと気にはなるんですけど、鋭いパス。3CM 系だったら使えるかなと思います。鋭いパス的高プラもあって、で、テクニカルがないのもちょっと気になるぐらいですね。あと、ロブタツと的確、パス系は十分かなっていうところと、彼の身のこなしもありますし、で、プレイメーカー、ボックス2ボックスはプラプラっていうところで、で、シールドもあってですね、スタミナ96もありますし、容赦なしはないですけど、ある程度持つかなっていうところと、ペースも85あって、で、パス93、ドリブル91ということで、シャビらしい、使用感もあるかなと思います。本当に、使用感めちゃくちゃいいので、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい、次ですね。バルベルデなります。はい、これも再排出でだいぶ価格下がりましたね。で、CDM 置けるんですけど、プレスタはないということで、で、パワーシューあって、しかも鋭いパス、的確、ロブタツ。めちゃくちゃ強いですね。で、容赦なしあって、予測とかインターセプトこれもないんですけど、攻撃的な中盤で考えると、めちゃくちゃ優秀なプレスタかなと思います。ファーストタッチもありますし。で、フィジカルも85あって、スタミナ95。で、容赦なしもあって、ディフェンス値も84あって、ドリブルも89、パスも89で、シュート86ですけど、シュート力系とか、ロングシュートも含めて数値あるんで、パワーシュも結構入るし、で、ペースも十分91あるんで、もう本当弱点がないなっていうぐらいの、能力値かなと思います。しかもこれを70万台で使えるっていうのはね、めちゃくちゃ優秀だなと思いますし、これちょっと早めに動画撮ってるんで、価格変動あるとは思うんですけど、100万以下でこの選手が使えるのは、本当破格レベルで、おすすめ選手になるかなと思います。はい。おすすめです。でですね、次になります。デヨングですね。ちょっとこの時期に出していいのかっていうぐらいの能力値かなと思います。これに関しては、守備のデヨングも含めて両方最強だなと思います。パス99で、スタミナ97、フィジカルも81あって、ディフェンスも83、ドリブルも91あって、で、ペースも88ですね。で、シールドもありますし、テクニカルもあって、で、インターセプトを持ってると。で、ロブタ2的確、的高プラン、で、鋭いパスという風になっております。で、ボックスボックス、プレイメーカー含め、CDM もホールディング持ってますし、その辺も含めて優秀かなと。役割含め、何も文句がないぐらい強いなと思います。こちらの方もそうですね。はい。99っていうところではないですけど、スライダーとブルーザープラプラっていうところと予測が今回持ってるってことになります。北からロブ2つ、スルーパス持ってますし、シールドもあって、これも100万切ってるのもちょっとやばいなと思いますけど、で CDM がプラプラになってますし、ボランチというか、守備的に置きたいならこっちのデヨングも十分ありかなと思います。はい。もう最強クラスですね。しばらくは使えるんじゃないかなと思います。はい。次ですね。ヤヤトゥーレなります。これも強いですね。これと、コーセルプラ、どっちを使いたいかになるかなと思います。パーシュタイプと。
で、まあやっぱ容赦なしないのと、まあ守備系プレスターがブルーザーだけっていうのはちょっと残念ではあるんですけど、まあ、容赦なしもないですし、その辺はちょっと気になる部分はありますけど、まあ鋭いパス持ってたりとか、シールド、金の身のこなしあって、ブルーザープラと、あとパワーシュですね。まあこれもシュート狙っていけると。で、CDM がプラプラ両方ついてるのもありがたいですし、フィジカル95っていうのがやっぱ強いですね。まあ、ペースも84あって長いですし、ドリブル88、パス89もあって、守備位置も85あるんで、まあ、十分最強選手かなと思います。おすすめ選手です。はい。まあやっぱ未だに強いですね。サバニになります。まあこちらに関してはもうエボして、まあ今回もフラッシュエボで来てますけど、前回自分はフラッシュエボで上げてますけど、こちらペース上げといたらまた使えるかなっていうところで、まあ鋭いパスロブタツ持ってますし、まあなんと言ってもプレイメーカープラプラもありがたいですね。逆号ですし。あとまあドリブルが88あるのも結構ありがたいかなと思います。まあちょっとフィジカルが低いんで、まあスタミナが早く切れたりとか、ぶつかって負けるっていうのはやっぱ叩きにはなりますけど、まあ、それ以外の部分に関しては本当に優秀なトップ下なので、まあ、おすすめ選手になります。本当コスパなんでぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね。アンカーロドリになります。これもまあ、だいぶ下がりましたね。50万。200万ぐらいしてましたけど、50万まで落ちましたと。スタミナ93でフィジカル85。で、ディフェンス92でドリブル86のパス88、シュート81ですね。ペースも80あって、で、エアリアル予測もあって、ティキタカロブタツ、で、シールド、ブルーザープラという風になっております。で、まあ、プラプラ、役割もプラプラちゃんと持ってますし、まあ、これはもうアンカーとして非常に優秀な選手なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。まあ、コスパではないですけど、まあ、本当に50万って考えると安いぐらいになってきてるかなと思います。まあ、自分がこれ取ったタイミングよりかまた上がってたり下がったりするかもしれないですけど、ドイツ強い選手なんで、ぜひ使ってみてください。はい、次ですね。バレンダになります。まあ自分使ってますけど、まあ強いですね。ロブタツと、がついたのもめちゃくちゃでかいですし、で、まあシールド持ってて、インターセプト予測。で、的確プラ、鋭いパスということで、容赦なしもあって、スタミナ96のドリブル90あって、で、ディフェンス83、ペース84で、小柄なんですけど、やっぱ取り感はめちゃくちゃいいです。予測で。で、インターセプトもちゃんとありますし、その辺も含めて優秀かなっていうところで、パスもやっぱうまいので、まあ、ロブタツついたのも結構ありがたいかなと思います。はい。で、CDM も、ホールディングであったりとか、他も含めてプラス結構持ってるんで、役割設定的にも結構設定しやすいですし、ちょっと組み合わせがね、セリで使っとかないと難しい部分はあるんですけど、まあ、それ以外に関しては本当優秀なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね。ドーグラス・ウィスになります。まあ、こちらも自分も使ってますけど、まあ、世界大会含め使われててですね、まあ、ボックス2ボックスプラプラも含め役割も優秀ですし、まあ、これもバレラと一緒で予測と、インターセプト持ってると。的確もあって、まあ、やっぱ的確持ってると、サイドからの折り返しとかですね、その後の縦に入れやすいので、まあ、その辺も含めて優秀なのと、やっぱりシールドを持ってるテクニカル、軽みのこなしもあるんで、ドリブルも運びやすいっていうのは非常に優秀かなと思います。フィジカルも81あって、まあ、スタミナ88なんで、まあ、容赦なしがないので、スタミナはどうしても切れますけど、パス数値、ドリブル含め優秀ですし、この選手自体は気味救いができるんで、まあ、そういった面で言っても、6万台っていうのはちょっと破格だなと思うぐらい強いんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。次ですね。デブライネになります。これもめちゃくちゃ強いです。もう本当に FCS でだいぶ助けられました。鋭いパスプラで的確持ってロブタツテクニカルもあって、もう本当にハンターつけて、まあ、ペースも気にならなくなりますし、シュートもできるし、パス、ドリブルも本当優秀だなと思います。で、まあ、プレイメーカーもあってトップ下も十分できるんで、まあ、自分はサバニエじゃなくてデブライネトップ下置いてましたけど、本当鋭いパスがめちゃくちゃ強いんで、しかもデブの鋭いパスが本当に相手に触られないようなところに出してくれるんで、まあ、非常に強いです。まあ、170万するのも納得するぐらいの強さなんで、また、まあ、ぜひ使ってみてほしいなと思います。はい。でですね、まあこんなもんかな。まあおすすめ選手、まあハムシクも入ってきますね。まあ、ちょっと
まあ自分であんま使えてないんですけど、ヒーローの元々のベースの方は使ったことあるんです。こちらの方は使えてなくて、まあ、パワーシュあって、ロブタツ、で、シールドもあって、鋭いパス、容赦なしですね。で、ペースも85あって、フィジカルがなんだかんだ84ありますし、スタミナも94と。ドリブルも88あって、パスも89、シュートも89と。攻撃的な中盤としておくのは非常にありだなと思います。これもね、50万台までだいぶ落ちましたけど、守備系プレスタがないんで、やっぱ 2CM で使うのは非常に気になるかなと思うんで、どうしても 3CM 系になるかなと思うんですけど、ハムシ君やっぱり強いんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で、次ですね。ボンマティになります。これはもう本当に FCS でだいぶ助けられました。本当に強いです。40万台破格だなと思うぐらい。で、今年に関しては、今作に関しては、本当プテよりボンマティの方が強いかなっていうのは個人的に思ってます。で、敵高、鋭いパスですね。あと、的確持ってますし、高精度プラもあって、容赦なし、で、テクニカルもあって、で、ペースが82、で、シュートが87ですね。パス87、ドリブル92と。で、個人技でやっぱ持っていけるのがでかくて、で、逆足も5ですし、高精度どちらでも狙えるっていうところと、ドリブルで個人で打開できるし、好きあれば、的確か鋭いパスで、ラストパスも出せるっていうのも非常に優秀なんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。本当に強いです。はい。でですね。最後になります。チャールトンですね。やっぱり160万まで来ましたけど、やっぱ強いかなと思います。ロブタツテクニカル、鋭いパスあって、パワーシもあるということで、ペースも90あって、シュート91、パス87、ドリブル91と。本当、前目の選手で非常に優秀選手だなと思います。何でもできますね。ドリブルも細かいですし、トップ下として、本当に優秀選手かなと思います。シャドウストライカー、プレイメーカーとして置けるんで、トップ下ありきじゃないと使えないっていうのが一つ弱点なぐらいかなと思います。他がね、使えないんで、それ以外に関しては本当優秀だなと思うんで、ぜひ使ってみてほしいなと思います。で、最後、カンテになります。こちらで終わりたいと思います。CDM プラプラですね、が2つ持ってて、本当にめちゃくちゃ優秀だなと思います。これ自体がですね、ドーグラス・ルイスと一緒で、ケミスクイもちゃんとついてますし、フランスっていうところで結構ケミスクエルっていうところと、あと、カンテ自体がパスが下手だったんですけど、的確と鋭いパスちゃんと持ってるっていうところですね。で、パス自体、ショートパス88の視野85ちゃんとありますし、で、ペースが81、ドリブル84、で、ディフェンス89と、フィジカルも83あって、非常に優秀かなと思います。で、インターセプトプラーあって、しかもテクニカルで、シールドもありますし、その辺も含めて、もう何も文句ないぐらいの強さかなというところですね。テクニカルシールドの組み合わせも非常に優秀なんで、容赦なしでフルでは持ちますし、カンテ、守備で困ってる方は入れるのがありなくらいの強さかなと思います。ぜひ使ってみてください。ということで、以上になります。よければですね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、また。紹介最後にしたいと思います。FC25 の転売情報になります。こんな感じでですね、情報を出しております。今一応自分としてはサーバーを3つ持ってまして、いろいろあって3つになったんですけど、転売情報をメインにしている自分だけがほぼ投稿できる、サーバーと、もう一つは相談ですね。質問であったりとか、転売情報に対しての、質問系であったりとか、あと SBC アンケート、リーク情報であったりとか、こうやって YouTube の、自分の YouTube を載せてたりとか、あと雑談ですね。皆さんが、こんなこと困ってるとか、コントローラー設定であったりとか含めて、バグとかも含めてですね、情報をしたりとか、例えば X とかでいい情報であったりとか、プレイ名含めて、その辺の情報共有した方がいいなっていう部分があったら、ここに上げてるという感じになります。あとはですね、SBC アンケートとか質問も入れて、これ作るべきじゃないかっていう部分も、この辺で見たりとかもできるっていう風になっております。市場とかもそうですね、質問、皆さんから自分が上げた投稿に対してあったりとか、これいつ売りましょうとかいうのも含めて、この辺で相談できるようにしているという感じになります。で、こういった感じでですね、サーバー、エボリューションおすすめだったりとか、これはもう490を特典にしてるやつなんですけど、スカット相談であったりとか、ゴール集解説おすすめ選手、あとコーチング動画に対しての、あれですね、ご希望であったりとか、あとはプレイ相談で、
こにプレイ動画ということで、例えばこのシーン、どうやったら守ったらよかったですかとか、どうやって決めたらよかったですかとかいうのを相談できるような部分も作ってますので、こういった部分もできたりとか、あとはカスタムとかコード共有ですね。あとはフレマっていうのは、定期的にフレマ会やったりとかですね、そういうのもやったりもしてるっていう感じになっております。はい。メインはやはりこの転売情報のここの部分になると思うんで、金であったら特殊シルバーアイテムとかです。あとは過去情報とかも、こういう感じでブラックフライデーであったりとか、各作 TOTY の値段変動であったりとか、アップグレード系ですね。とかはもうここで全部履歴を残していくような形にしてて、FIFA22 からこのような形で情報を取っていってますので、ここに加工作を含めて情報が見れるっていう風になっております。あとは便利機能フットビンとか、フット GG とか含め、その辺のこの機能を使った方がいいよっていう部分であったりとか、成功案件とかですね。こことかはもう正直誰でも入っていただいて、ここを見るようにするのは一つありなのかなと思うんですけど、結構海外の方とかはこれをやってたりはするんですけど、はい。ここは有料会員の方にして、他に関しては全然無料でもいいのかなっていうのは正直思ったりはしている部分ではあるかなと思っております。はい。で、そうですね。メインがここになるので、もし興味ある方とかはですね、ぜひ入っていただいて、Twitch のサブスク、Twitch であれば Amazon プライム入っている方は無料ですし、それ以外に関しては、Twitch の有料会員もしくは、YouTube のメンバーシップの有料会員に入っていただければ、こちらの方 Discord 招待しますので、よければ入っていただけたらと思います。だからDiscord の方でも、サブスクを作ることができるみたいなことも、聞いてますので、その辺もちょっと今後、取り入れていきながらですね、やっていきたいなとも思っているので、はい。そういった部分も含めてですね、ご質問とあれば、自分の X も含めて DM いただければと思いますので、ぜひお気軽にご連絡いただけたらと思います。で、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。